製造業で資材化や購買化に配属されると、在庫管理を任されることも多いと思います。お客さんの納期や日々の生産に間に合うように材料や部品の手配が必要となりますが、注文が多すぎると在庫が過剰となってしまいます。多すぎず少なすぎず適正な量の在庫を持つことが大事なのですが、そのためにはどのような考え方が必要でしょうか。この動画では在庫管理に役立つ考え方を解説していきます。在庫管理の基本について複数の動画に分けてお伝えしていきたいと思います。まず在庫を持つことのメリット、デメリットを説明した上で、具体的にどのような対応ができるのかを順番に考えていきます。この動画のシリーズでは、具体的な対応として、1、材料、仕掛かり品、完成品のどの段階で在庫を持つか。2、部材ごとの在庫金額、在庫回転期間の一覧表での管理方法。3、部材の共通化。4、生産リードタイムの短縮。5、不良品の削減について順番に見ていきたいと思います。この動画では基本事項として在庫を持つことのメリット、デメリットを解説していきます。早速ですが、まずは在庫を持つことのメリットから説明します。ここでは主な7つのメリットを説明します。まず1つ目のメリットは調達リスクの軽減です。仕入れ先から材料や部品を仕入れる際、今は忙しいからいつもより遅くなると言われたことはないでしょうか。自社と同じく仕入れ先は仕入れ先で仕事の繁忙具合が変動します。仕入れ先の工場の機械が他社向けの部品を作るために使用されており、自社の部品の生産は順番待ちになったりすることもあると思います。このような欲しい時に届けてくれないリスクを軽減するのに在庫は役立ちます。2つ目のメリットは、急な注文への対応力向上です。顧客から内示情報にない急な注文が来た際に、内示通りの手配だけだと追加の対応ができません。このような時に在庫を多めに持っておくと対応できることがあります。3つ目のメリットは、設備トラブルリスクの軽減です。自社が製造業で工場を持っていると、機械が故障したり、チョコテが発生したりして、生産がなかなか進まないこともあるかもしれません。このような時に、加工後の仕掛かり品在庫や完成品在庫を持っておくと、顧客からの注文にも対応しやすくなります。4つ目のメリットは、品質リスクの軽減です。仕入れ先から仕入れた部材では、途中まで組み立てたり加工してみないと、不良かどうか判断が難しいものもあり得ます。仕入れた部材の数量に余裕がないと、いざ不良品が混ざっていた際に、受注通りの個数が生産できなくなってしまうというリスクがありますが、在庫を多めに持つことでそのリスクは軽減されます。5つ目のメリットとして、金利や為替などの市場リスクの軽減があります。例えば、海外から部品を輸入しているとした際、円安が続けば海外からの購入コストが増えてしまいます。一時に多めに部品を仕入れておくと、その後円安になってもすでに購入しているので関係ありません。ただしこの場合、購入後に逆に円高になると、もっと後になってから買えば安く買えたのになぁと思うでしょう。良くも悪くも購入金額を確定させるという意味で市場リスクの軽減につながります。6つ目のメリットとしては、信用リスクの軽減があります。仕入れ先が倒産してしまうと、今まで購入していた部品が購入できなくなってしまったり、購入できるにしても新しい仕入れ先を探したり、価格交渉をしたりするのに時間がかかってしまう可能性があります。在庫を多めに持っておくと、万一仕入れ先が倒産してもしばらくは生産を続けることができます。最後に7つ目のメリットとして、自然災害リスクの軽減があります。地震、洪水、土砂崩れ、
新型ウイルスのパンデミックなど、様々な災害によって仕入れ先の生産が止まってしまう可能性があります。このような時でも在庫を多めに持っていると自社の生産が止まりにくくなります。今まで在庫を持つ7つのメリットを見てきましたが、このように在庫を多めに持つことは、資材、営業、製造部など実務者の安心につながります。次に在庫を持つデメリットを7つ説明していきます。まず1つ目のデメリットは、保管に関するコストの増加です。いつまでも出荷されない在庫があると、スペースの無駄遣いとなります。場合によっては倉庫を借りて保管している場合もあるかもしれません。物が多いというだけで運搬作業、物の探索、棚卸しなど様々なことに手間がかかってしまいます。それに付随して人件費も増加してしまいます。二つ目のデメリットとしては、購入資金に関するコストの増加です。不要なものまで購入してしまうと資金が固定化されてしまい、効率的な経営ができなくなってしまいます。場合によっては新たな銀行借り入れが必要となり、支払い金利の増加につながってしまうリスクもあります。三つ目のデメリットは、在庫管理コストの増加です。工場内にどんな部品、製品が何個あるのかが常に正確に把握されていることが望ましい状態です。物の数や種類が多いと、正確な管理を行うハードルが上がってしまいます。例えば、棚卸しでシステム上の理論在庫と実在庫数を合わせるために何度も部品を数え直すというようなことが発生しやすくなります。これも結局人件費の増加につながります。4つ目のデメリットは陳腐化リスクの増加です。昨今は特に製品ライフサイクルが短くなってきており、入り廃りがすぐ来たり、モデルチェンジが毎年のように行われたりする業界もあるでしょう。そのような際には、昔のモデルで使用されていた部品などは陳腐化してしまい、売れなくなってしまいます。在庫を多く持ちすぎると、結局死蔵在庫となってしまい、何年も倉庫に眠ったままになり、廃棄しないといけなくなったりします。5つ目のデメリットは品質管理コストの増加です。部材の中には使用期限が短かったり、保管条件が厳しいものもあるかもしれません。たとえ使用期限内であったとしても、ギリギリのタイミングで使用すると、使用した製品の不良リスクは高まります。先入れ先出しは基本ですが、そうしていても長期間保管されていた部材を使う際には、品質管理の難易度は上がってしまいます。6つ目のデメリットは劣化や損傷リスクです。長期間保管することにより、これらのリスクも高まります。最後に7つ目は改善活動の停滞です。先ほど説明した在庫を持つメリットの項目では、在庫を多めに持っておくと、資材、営業、製造などの各部署で何かトラブルがあっても何とかなる可能性が高まります。しかし、これは逆に言うと、問題が隠されて見えない状態になってしまっているということもできます。多すぎない在庫量で日々の業務を運用していくことで、自社内の弱点が明確になっていきます。その時に例えば、社内の情報共有、情報連携の仕方を改善する、工場内のボトルネックとなっている加工工程を改善する、顧客からより正確な内示情報を聞き出せるように交渉する、などといったことが必要となります。今まで在庫を持つ7つのデメリットを見てきましたが、このように在庫を多めに持つことは、様々な間接費用の増加につながります。在庫を持つメリット、デメリットのまとめとしまして、在庫を多めに持つと、資材、営業、製造部などの実務者に余裕が生まれて安心につながる一方、様々な間接費用の増加につながるというデメリットがあります。あえて端的に言うと、メリットは短期的で直接的な目線で捉えたときに見えやすく、デメリットは
長期的で間接的な目線で捉えたときに見やすいです。メリットに目線が行き過ぎると過剰な在庫となってしまいます。一方、デメリットに目線が行き過ぎると過小な在庫となってしまいます。どちらが一概にいい悪いというものではなく、両者のバランスを取ることが大事であり、その結果として多すぎもせず少なすぎもしない適正在庫が実現されるものだと思います。言い換えると、普段現場で働いている方はどうしても短期的、直接的な目線になりがちなので、長期的で間接的な目線で目の前の事柄を捉えていくための意識や勉強が必要かもしれませんし、逆に経営者の方は財務諸表の数字だけを見て理想論を振りかざすだけではなくって、資材、営業、製造などの実際の現場でどのような困りごとがあるのかを聞きながら判断していく必要があるかもしれません。この動画では在庫管理の基本事項として在庫を持つことのメリット、デメリットを見てきました。思った以上に幅広いことを考えるのだなと思った人もいるかもしれません。次の動画では適正在庫を目指した具体的な対応として材料、仕掛かり品、完成品のどの段階で在庫を持つべきかについて解説していきます。製品構成や加工工程を理解することで部品同士のつながりが見えてきます。次の動画もぜひご覧ください。